まずは30秒、本日のゲストハウスの様子から始まり。本日は早起きできたので朝ごはん争奪戦に勝利。気分よく一日が始まります。バイキング方式なので昼ご飯代を浮かすためにたくさん食べる作戦。そうすると炭水化物多めになっちゃいました。もちろんおかわり必須です。どうもさチャンネルです。今ねマレーシア在住です。1週間だけやけど今ねちょっとねマレーシアね来ててね、大体の人がマレーシアのクアラルンプールっていうところに行くと思うんですけど、首都の僕はね今ちょっとねコタキナバルっていうところに来てるんですよ。マレーシアのマレーシアってねなんか左と右でちょっと分かれてると思うんですけど、マレー半島とボルネオ島とみたいな、このボルネオ島のコタキナバルっていうところにいます。でね、今回の動画はちょっとコタキナバルでいろいろねなんか観光地行ったりとか街歩きしたりとか美味しいもの食べたりとかいろんなことするんで、この動画をちょっと見ていただいたらマレーシアコタキナバルでどういうね生活ができるというか、遊びができるかっていうのを分かると思うんですよ。ほんでね実際に楽しいこともあったりとか、もちろん失敗とかもあるし、そういうのをちょっと動画でね伝えていきたいと思います。動画出てる頃はもう結構真夏になってると思うんですけど、現状7月上旬です。7月上旬でちょっと暑いですね。ムシムシしてる感じです。で雨はだいぶ多いで、人の感じとしては結構優しい人はやっぱり多いですね。優しくて可愛らしくてみて、治安面で関しては全然問題なさそうですね。今日はそんなコタキナバルを紹介していきたいと思います。マッサージの紹介をしてくれてます。ブラジルプロがHelp me recommend this one Bella Sanchez number エロマッサージはないみたいです。現在ショッピングモールにいます。これコロナの名残が残ってるんかな。これ40代ぐらいの老けたのび太くんみたいな。フードコートは皆さんおなじみマクドナルドとかケンタッキーとかありますね。食べ物が合わないともう全然余裕でいろいろ食べることができます。マレーシア料理食べたいときは地下のショッピングモールに来てください。いろんな料理がありますんで、野菜もあるよ、肉もあるよ。1回プレイするのに1コインって書かれてるんですけど、金額いくらかは不明。難易度は日本と大体同じぐらいですね。ただ日本だったら30回ぐらいやったら店員さん来てくれて取りやすいようにしてくれるけど、マレーシアはそれをねやってくれるかどうかは不明です。一生マッサージ機座ってても多分誰も注意しに来ないと思います。これだけ多分緩い感じなんで、海外はT シャツとか見てもやっぱり日本のアニメが有名なのが分かりますね。ナルトから洗顔してます。これあれやん、顔的どうやん。リンネガンは僕も使います。ちょっとこのメガネかけて動画撮影しようかなと思ったけど、これ外れない仕組みになってました。しょうもないことはするなってことやな。基本的にマレーシアで歩いててもなんか顔の系統が大体ね日本人とね近い部分があるんですよ。だから日本人とすれ違っても絶対わからないです。ただでもマレーシアはマレー系、中国系、インド系と分かれてるんで、インド系とかね分かりやすいですね。インドっぽいわ、カレー売ってそうやなみたいな。奥に見えるステージでマレーシア在住のガクトが毎週熱唱しているみたいです。嘘です。ここのショッピングエリア来たら毎日の暮らしには困らないですね。絶対自分で飯も作れますよ。いろんなお土産とかも充実していますね。ショッピングコーナー。お酒に関してはいろんな銘柄揃ってるんですけど、そんなに安くないんですよ。アサヒスーパードライで210円ぐらいでした。この3つ見たことないです。僕いろんなビール飲んできたんですけど、ソフトクリームに関しては日本のエブノダルドのソフトクリームの味と同じような感じです。店員可愛いんちゃう？分からんけど。現在お昼の3時12分なんですけど、1
市場はこんな感じです。ここはなんか夕方4時ぐらいに開くって言われました。ハローイエーイ。みんな月収6万円のね安い生活のためにね、こういったね食材が安い市場でいろんなものを買ってね、家で料理して生活してるみたいです。夕方4時からね開始されるんで、まだ全然空いてないですね。ゲストハウス1泊1000円で朝食食べ放題みたいな感じなんですよ。で今夕方3時半ぐらいなんですけど、全然お腹空いてなくて、お昼ご飯もね特に何も買ってないんでコスパめっちゃいいです。安いゲストハウス泊まってね、こうやってゲストハウスでなんか料理ね食べたら全然お金使わないで済みますね。ここでギャルのたまり場を発見しました。マンゴー好きにはたまらない市場ですね。この市場の隣にあるのが職人たちが集まるハンディクラフトマーケットって呼ばれてる場所です。なんか服とかカバンとか雑貨とかいろいろ販売してますね。興味ある人はぜひ行ってみてください。面白いと思うよ。こういうのお土産にいいかもしれないですね。バイ。ちっちゃいお土産買うとかには絶対適してると思いますよ。お土産の種類はまあまあ多い方ですね。空港で買うとかよりも全然安いと思います。知らんけど、あのおばちゃんなんですけど、ポケモンのジムリーダーで言ったら鳩使いのおばちゃんっていう肩書きで絶対出てきます。サンダル売ってます。 7.9 リンギット250円ぐらい。これ今回来て学んだんですけど、ゲストハウス来た時にトイレとかお風呂場行く時に室内履き用にこういう安いサンダルを一つ買っとった方が絶対いいですよね。チェックアウトしたのにいろいろ食べさせたりコーヒーもらったりとか、優しさよ。このゲストハウス一番最高。まだ1軒目やけど。shop name? バース。Bus. はい、皆さん動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。今小滝名原空港に到着しています。今から帰ります。行きは実はね繁華街まで歩いて行ったんですけど、やっぱりね歩きはめちゃめちゃきついです。で帰りはグラブのタクシーを使いました。結構ね流しのタクシーとかあんまりねマレーシアねいなくて小滝名原だけかもしれないんですけど、基本的にグラブとかマキシムとかの言ったらアプリを使ってる人が多かったですね。で結構ね歩けんこともないんですけど、まあまあしんどいです。なんでやっぱりね今回は小滝名原のまとめの動画でした。ちょっとなんかマレーシア人に見られて今緊張しましたでね次はミリっていうところに移動するんですよ。小滝名原からミリまでなんていうんですかね、今バスで行くとかそういう方法もあるんですけど、なんかブルネを挟むんですよ。ブルネ挟むんで意外と行きにくい場所にあって、バスより飛行機の方が安いです。で今回僕が取ったフライトが片道2070円ぐらいのフライトなんですけど、結構現地の人に聞いても、いやそれはそんな金額ないよみたいな超破格って言ってくれて、結構安くチケット取れました。なんで次からはちょっとミリの動画になりますんで、ぜひ次回もね見ていただいたらと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。小滝名原って3回早口で言えたらすごいな。小滝名原、小滝名原、小滝名原、言えてもたわ。